日本語で旅行の話をしてみたいと思ったことはありませんか？この動画では自然な会話から旅行の面白い話とそれに関係する便利な単語が学べます。特にカタカナの地名って発音が難しいですよね。たくさんカタカナの地名が出てくるので地図を見ながら一緒に旅行した気分になってみましょう。この会話はちょっと早く話しているので分かりにくいなって思った人は YouTube の動画のスピードを変えることができるので変えてみてください。そして英語がわかる人は英語の字幕をオンにしてください。それではどうぞ。ちょっとこれは、私が聞かれて一番困る質問をしていいですか？何なんですか？やめてください。断っときます。断ってきます。そう。今まで行った国の中で一番好きな国はどこですか？すごいアバウトな感じのね。これ一番困りません？何の中で一番っていうのがね、そう。自分の例えばそのスピリチュアルで一番なのかとか、自然が一番なのか、食べ物が一番なのかとか、そういうのでもありますけど、総合点でいつも僕が答えるのは、メキシコですね。メキシコがやっぱり食事だったりとか人とか、自然とか、すごいバラエティーがあるたくさんの顔が見れたので、メキシコは僕はもう大好きでしたね。なるほど。メキシコはどのぐらい旅行してましたか？メキシコ僕旅行ですね。2012年ぐらいの時に大学4年生の後期に行ったんですけど、6ヶ月ぐらいあったんで6ヶ月間南米を旅しようみたいになって、で全部回りたかったんですけど、メキシコで一回パスポートとクレジットカードと現金1000ドルを持ってたなんかポーチみたいなのがあったんですけど、それをなくしちゃったんですよね。なくしちゃってやべっつって再発行しないといけないじゃないですか。パスポートが一番めんどくさいなと思って、で一回メキシコシティっていうその都市から出たんですけど、そのシティから出ているバスの中でなくしちゃったので、残っている現金が僕の靴の足のソールの下に隠してた500ドルだけだったんですよ。だからそれがなかったらもう門なしだったんですけど、それがあったので、そのお金でまたシティまで戻って、旅人はよく知ってるカウチサーフィングっていうサイトを使って、友達の家にずっと1ヶ月とか2ヶ月ぐらいですかね、再発行されるまでずっとそこにいてみたいな感じで、だからこそメキシコはすごい思い入れがありますし、友達もできましたし、パーティーもたくさん行きましたし、すごいそういう意味で思い出があるかなって。だから3ヶ月ぐらいですかね、メキシコは全部で。じゃあメキシコ、うちにいたというかカウチサーフィンの家にいたって言ったんですけど、それ以外はもう全土旅行しましたか？それとも。そうですね、そのカウチサーフィングの人と一緒になんかアグアスカレンテスっていうなんかなんていうのか、カンクンの反対の方向にあるんですよ。ティファナとかアメリカの方向ですね。車でバーって行ったり、2人で1週間ぐらいですかね。で旅行したりとかもしてたりとか、あとはいろんななんですかね、なんていう名前忘れちゃったんですけど、いろんなところバーって行って、でそれで最後カンクンから、今度ベネズエラに行ったみたいな感じですね。そうそんな感じです。ベネズエラも行ったんですか？ベネズエラは僕はイギリス留学2010年から11年にしてた時に出会った、何ですか、語学留学してたんで、その時の学校で出会ったベネズエラ人の子がいて、結構なんか御曹司みたいな、でもすごい気さくなやつだったんで、友達になって、で今度メキシコ行くんだってなったら、じゃあ俺のとこ来いよみたいになって、じゃあメキシコからベネズエラに行こうってなって、ベネズエラに誰もねあんま行かないので、ちょっと行ってみようと思って行ったら、もう本当にすごいです。車とかもすごいし、ザーみたいな、でなんかすごい壁紙とかしてくれて、車にウェルカムトゥベネズエラジャパンみたいな感じで国旗を貼ってくれたりとかして、 VIP ですね。一応 VIP で、だから6人ぐらいのベネズエラ人の男と僕一人で、ベネズエラをずっとなんか1週間2週間ぐらいかな、ずっと旅行してました。キャンプとかホテルとか泊まりながら。いいですね。やっぱりそういう、ちょっと貧しい国、貧しい、
なんですかね、新興国ですかね、新興国から先進国に留学してる人は絶対御曹司が多いですね。そう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 、そんな感じですね、やっぱり。その時はやっぱ気づかないですけどね、ただ単に、楽しんでるね、みたいな感じですけど、その国にね、行ってみたりとか、背景を知ると、すごいんだなっていうふうに。なるほど。あと、ブラジルも行ったんですか？そうですね、そうですね、その旅です、なんならね、ベネズエラからそのまま国境を越えてブラジルに行くんですけど、ブラジルってすごい大きいじゃないですか。でブラジルの北にマナウスっていうその民族がたくさん集まる町があるんですね。でこのマナウスって結構その危ない町ランキング世界、第10位とかそんぐらいに入るんです。本当に結構危なくて。でそこから僕今度は船を使ってずっとベレンってなんか名前忘れちゃったんですけど、1週間とか2週間ぐらいそれこそ船でずっとゆったりアマゾン川をなんか流れて地元民とみたいな感じでやりたいなと思ったんですけど、その船の予約を取ろうとした時にそのガイドの人と出会って、そのガイドの人がたまたま日本語を喋れるというか日本語を勉強しているガイドで、僕はポルトガル語はできなくて、スペイン語でなんとかやってた感じなんですけど、そこで彼がその民族と一緒に暮らせるんだけどお前やりたいか何それいきなり言われたんで、いやいややりたいやりたい。もともとウルルン滞在期が大好きだったので、そういうのでケニアだったりとかブラジルに住んでみたいな、アマゾン川のなんか民族と一緒に暮らしてみたいなっていう気持ちがあったので、それでですね、なんかじゃあやってみようみたいな。でそこからそうですね、帰国の日までずっとそこに居座っちゃいましたね、結局。その村では言語は何ですか？その人たちはポルトガル語は分かりますか？そうですね、ポルトガル語も分かるし、コロンビア流域にいる、のアマゾンコロンビアのアマゾン川流域にいる民族なので、彼らはそのスペイン語も話せるみたいな人たちがいるんで、本当に第一家ですね。もう本当に一族が20人ぐらいいて、大きい屋根の下でみんなでハンモックで寝るみたいなやつなんですけど、そこでそうですね、スペイン語を僕は全然流暢じゃないですけど喋ってみて、そこからそうですね、スペイン語すごい勉強しましたし、なんかなんていうか、僕はやっぱりなんていうのかな、珍しいじゃないですか、彼らにとってはね。外の人が来たみたいな。で、顔はね、なんだかんだこんな顔してる人いるんですよ。なんか、なんか目がパッチリじゃなくて、普通になんかこういうモンゴル系の顔してる人もいて、で、なんか結構下見しみがあるんでしょうね、彼ら的に。だから、すごいすぐ仲良くなりましたし、そういう意味ですごい一緒に住みやすかったっていうのは。住みやすいはちょっと嘘。いや、なんかもう俺行ったけど戻ってきたっていう感じでしたもんね。やっと帰ってきたみたいな。故郷みたいな感じですか？やっとなんかここにたどり着いたなみたいな。戻りたかったですもん、本当に。そうですか。へえ、でも寝るとことかはハンモックです。そうですね、ハンモックを支給されて、なんかなんか柱と柱の上にハンモックやって、でなんかコブラとかたくさんいるんで、下で寝るとちょっと危ない。コブラって実在してるんですね。ありますね。コブラいます。めっちゃ綺麗なコブラとかいますから。裸足でね生活して危ないです。でそういうので結構なんて本能が刺激されるというか、生存本能じゃないですけど。そういうのが僕は大好きだったんですかね。なるほど。一日その人たちは仕事とかっていう概念はあるんですかね。仕事とかしてるんですか。なんか一応文明化が進んでいる民族で、下界とはすごいつながりやすいですね。だからほら絶対森の中でコンタクト取っちゃいけない民族いるじゃないですか。なんか行ったら殺されちゃうみたいな、そういう民族はもう本当少なくなってきているので、どっちかっていうと船で行けて挨拶もできて観光地みたいな感じで、観光客が来たらみんなでペイントして踊って、こういう感じですよみたいな。でその後になんか特産物ですよ。それこそ自分たちで作ったなんかワニの歯とか、チーターの歯とか、そういうのをなんかしてそれで売ったりとか
してて、まあ別にそこでお金を使うことはないので、ただ単にお金を貯めて多分そのマナウスに行った時にいろんな好きなものを買うとか、そういうことで多分やってたんですけど、だからまあ、すごい文明は進んでました。あ、なるほど。文明が進んだ村なんですね。そう、そんな感じ。なるほど。面白い。お疲れ様でした。水木さんの一番好きな国はどこでしたか？はい、メキシコでしたね。皆さんの一番好きな国はどこですか？私の一番好きな国は、面白くないかもしれないんですけど、日本です。これは自分にとってとても住みやすいからです。理由はご飯が美味しくて、安全で静かで交通の便がいいからです。そして私はアウトドアが好きなので、近くに海、山、川があるのも嬉しいです。でも旅行だと、日本と全然違う国の方が楽しいと思います。私が今まで行った国はオーストラリア、ニュージーランド、ベトナム、タイ、カンボジア、カナダ、アメリカ、コスタリカ、ニカラグア、キューバですね。日本のパスポートは最強と言われているんですけど、それでも日本のパスポート保有率は 21.8% だそうです。だから日本人全体で見ると私はとても旅行する人だと思います。次はヨーロッパに行ったことがないのでヨーロッパに行ってみたいです。特にイタリア、スペイン、ポルトガル、フランス、そういう地中海の国に興味があります。なのでその辺りに行きたいです。あともう一つの、夢というかいつか人生でやってみたいなって思うのがカミノ・デ・サンティアゴデ・カミノ、ちょっとわからないんですけど、スペインとフランスの道を歩いてみたいです。はい、あと、イタリアのマヨルカ焼きという陶芸をしてみたいなと思ってます。はい、本当に旅行したい場所がありすぎます。はい、で、また行きたい国もあります。例えばアメリカやベトナムは何回か行ってるんですけど、何回行ってもまた行きたいなと思います。ニュージーランドもいいな。この話は終わりがなさそうなので今日はこの辺にしておきます。じゃあ皆さんの行ったことのある国、行きたい国もしあればぜひコメントで教えてください。じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまたね。バイバイ。